朝の7時、朝食の時間です。前日同様、はじめにコーヒーを入れていただきました。こちらはブレッドプディング。右側はフリッタータです。ワッフルとクレープです。ソースは3種類。キャラメルソース、チョコレートソース、メープルシロップです。ハムとミートパイです。テリーヌやハム類、プルーンとヨーグルト、そしてチーズです。私と彼の食べるものは全く違っていますね。取り皿の上の方にある透明で小さく丸いのはカールオニオンか小玉ねぎのピックルです。日本のらっきょうを薄めに味付けしたような味がしてとても美味しいです。皿の上の方に少し見えるのはカマンベールチーズをフルーツと煮たものです。バゲットももらってきました。全部美味しいのですが、左のプルーンがとても好きです。野菜があまりないので、せめてフルーツを食べて消化を促進します。朝食のフロアで見かけた写真です。他にケベック旧市街地とこのホテルに関する資料の展示があります。このホテルはセントローレンス川沿いの崖の上にあり、ターコイズブルーの屋根とフレンチロマネスク様式の美しい外観が特徴です。1893年開業で600室以上の客室を持ち、アルフレッド・ヒッチコックの映画、私は告白するの舞台にもなりました。今日はバスに乗って観光に行きます。午後からの出発なので、辺りを少し散歩します。市切場通りに立っています。シャンプランゾー前です。今朝のセイントローレンス川です。階段から見るルイス・ステファン・セイントローレントビルです。後で目前のモンモラシー公園に立ち寄ります。首折坂前です。おそらくこれが見納めです。プティシャンプラン通りを少し歩きます。一昨日か昨日と同じ通りを歩くことになるとイラッとしてしまいます。歩ける範囲はかなり限られています。滞在期間については、ここで特に食べ歩きを4日以上したいというのでなければ、3日もあれば十分な気がします。明日アメリカの家に帰ります。ケベックの食事は美味しかったですが、なかなか野菜を食べる機会がなかったので、そろそろ体調も限界です。シャンプランブルーバードの脇に立っています。こちらは1750年築の歴史的建造物で18世紀の交易商であったジャン・バティスト・シェバリエの邸宅です。頭上のホッケースティックのようなものは夏に傘になるようです。左の道路がマーチシャンプラン通りです。こちらはギフトショップ。かなり古そうな石造りの建物です。ノートルダム通りを北上します。ノートルダム通りをそのまま突き進んでロワイヤル広場に行ってみましょう。
この石壁が世界最古の石造りと言われる勝利のノートルダム教会です。この広場は1608年にシャンプランが初めて植民地住居を建てたケベックシティ発祥の地で、19世紀まではここが町の中心だったそうです。こちらの壁画にはケベックの歴史的人物や建築が描かれています。モンモラシー公園に来ました。壁画を含むローワータウンが見えます。こちらはヨーロッパ人として初めてこの地に到着し、後のフランス植民地の基礎を築いたジャック・カルティエ像です。ホテルに戻ってきました。やっとツアーが始まります。オルレアン島ブリッジを渡っています。左に見える島がオルレアン島です。オルレアン島チョコレート専門店です。島の南西の端にあります。私は右側の座席ですが、無理して左にある滝を映しています。沖は今回のツアーのターゲットの一つです。ガイドは何か言っていましたが、なぜか素通りです。この時点で2時頃、なぜ今のうちに立ち寄らないんでしょうか。
あの橋を渡ってオルレアン島に来たのはチョコレート専門店だけのためだったようです。もう旧市街地側に戻ってきて北東に進んでいます。この後ツアー会社の都合としか思えないアートギャラリーに立ち寄り、さらに時間を無駄にされた後、ようやくもう一つの目的地であるセイントアンナ大聖堂に到着です。聖堂はネオロマネスク様式で、全長は105メートル、先頭の高さは91メートルになります。おびただしい数のモザイクが天井と床に埋め込まれています。こちらは5代目の聖堂で、1658年に始まる初代の聖堂は、セイントローレンス川岸にあったため浸水など、場所を改め、建物の素材や様式を変えながら、今のサイズに拡張されていったそうです。新廊の長さは100メートル、横幅は50メートルです。天井にはセイントアンヌの生涯の絵が描かれているようなのですが、時間の制限で見させてもらえませんでした。大きなガラ窓です。直径は7メートル、ガラスの厚さは6センチです。天井にイエス・キリストを膝に乗せたセイントマリアとセイントアンナが見えます。左翼廊にあるセイントアンナの木彫りのご神体です。ここからは地下の様子になります。こちらは聖体礼拝堂です。こちらは無限在解体礼拝堂です。聖外譜の複製です。バチカンサンピエトロ寺院のピエタを複製した像です。左に見えるのは1676年から200年間巡礼者を迎えた3番目の教会でメモリアルチャペルと呼ばれます。規模の割にここでの滞在時間が大変短いです。ツアーが始まったのが12時半、日が暮れるのが4時。ならどうして先に連れて行ってくれなかったんでしょうか。外はもうこれです。大丈夫なんでしょうか。チョコレートとか、本当は誰も興味が持てないアートギャラリーとか、そんなのどうでもよかったです。やっとモームランシーの滝に来れました。落差83メートル、幅46メートル、滝壺の深さは17メートルあります。滝の上を歩いている人たちがいます。滝周辺はレストランや遊歩道、展望台など観光施設が充実しているらしいです。でもあそこまで行く時間は全くありません。それどころかこのケーブルカーの駅ももうすぐ閉まるとのこと。私たちはあと15分ほどでバスに引き返さないといけません。立ち位置がここしかないので写真は何枚撮ろうが同じです。初のフライトの前に夫と2人で午前中にタクシーで滝を見に戻ってこようかと少し話し合ったぐらいです。こういうことするんですね。ああ腹立つわ。旧市街地に戻ってきました。
美味しいものを食べてなんとか機嫌を良くする努力です。寒いし疲れているので、近くで昨日のツアーの1軒目だった場所へ戻ってきました。予約は入れていませんでしたが、カウンター席でも良かったのでなんとか入れました。ロゼのサイダーを飲んでいます。アップルジュースと濃縮還元されたラズベリージュースで作られているようです。フレンチオニオンスープとグラタンブレッドです。このパンは甘みのあるエルキュールチーズとともに特に美味しかったです。こちらはボロネーゼ風マファルディーネです。夫のオーダーはビーフブルギニオンです。疲労が溜まっています。やっとアメリカに帰れると思ったら嬉しいです。やはり家が一番です。チョコレートのお店から買ってきたものです。最後までご視聴ありがとうございました。